2025年2月、大統領執務室で事件は起きました。4歳の男の子がレゾリュートデスクの前で鼻をほじり、それをトランプ大統領の机に塗りつけたんです。トランプはこの高カメラの前で紹介してこう言いました。これが X だ、素晴らしいやつだ、高 IQ の個体だ。4歳児に向かって IQ を語る大統領、もう世界観がバブってます。マスクが記者団に政府効率化の成果を語っている最中、肩の上の X が父親の耳に指をグリグリ突っ込んだ。マスクは笑いながら、すみません、耳に指が、と、世界一の富豪のスピーチを妨害できるのはこの子だけです。SNS ではすぐにある写真が掘り起こされました。1962年、JFK ジュニアがレゾリュートデスクの下で遊ぶ有名な一枚。63年の時を超えて同じ机で同じように遊ぶ子供。ただし今回のこの父は大統領ではなく、大統領より権力があると言われる男です。この映像を見た X の母、グライムスは即座に反応しました。彼はこんな公の場にいるべきではない。私は知らなかった。教えてくれてありがとう。イーロン・マスクには確認されているだけで14人の子供がいます。元妻との6人、グライムスとの3人、ジリスとの4人、セントクレアとの1人。しかし公の場に連れ歩くのはほぼ X だけ。なぜ14人の中でこの子だけが特別扱いされるのか。母グライムスはこう証言しています。マスクは X を自分のプロテジェとみなしている。プロテジェ、つまり後継者候補です。世界一の富豪が4歳の息子に何を見ているのか。今回はこの X の全てに迫ります。常識外れの名前の秘密、両親の壮絶な真剣バトル、そしてマスクが X に託した野望の正体。2020年5月4日、スター・ウォーズの日、ロサンゼルスのシダーズ災難医療センターで一人の男の子が生まれました。父はイーロン・マスク、当時48歳。母はカナダ出身のミュージシャン、グライムス、当時32歳。2人の出会いは2018年のメットガラでした。きっかけは SNS 上で AI に関する同じジョークを同時に思いついたこと。世界一の富豪と前衛ミュージシャンのなんともオタクな馴れ初めです。マスクは X の誕生を Twitter で発表しました。そして名前を公開。 X、12、マスク。世界中が一斉にこう思いました。なんて読むの？インターネットは即座にミーム祭りになりました。パスワードみたい、 Wi-Fi の名前か。でもこの名前、実は一文字一文字に深い意味が込められているんです。後に明かされたことですが、 X は体外受精 IVF で授かった子です。つまり偶然ではなく意図的に作られた命。マスクにとってこの子は計画の一部だったとも言えます。マスクはジョー・ローガンのポッドキャストで発音を説明しました。 X はそのまま X、アッシュ、12は僕の提案。つまり正式な発音は X、アッシュ、12。覚えられるわけないだろう。しかし問題が発生しました。カリフォルニア州法では出生証明書に英語アルファベットの26文字しか使えない。数字の12、アウト、ローマ数字 C に変更されました。出生証明書の最終的な記載はこうなりました。ファーストネーム X、ミドルネーム C、ラストネームマスク。名前が X、一文字、アルファベット1個で名前って成立するんですね。普段は家族から X やビル X と呼ばれています。ではこの名前、一文字ずつ解読していきましょう。まず X、グライムスの説明によれば未知の変数。数学における未知数、何者にもなれる可能性を表しています。まだ何も定まっていない。だからこそ無限の可能性がある。なかなか粋ですよね。次に、これはグライムス曰く AI のエルフ語的綴り。 AI つまり人工知能を意味すると同時に日本語を含む複数の言語で愛を意味する。愛と人工知能、この2つを1つの文字に重ねたわけです。ちなみに発音はアッシュ。マスク曰くグライムスは愛と言ってます。人同士で発音が違うのはどうなんですかね。そして問題の12、ここはマスクの領域です。12とはロッキードが1960年代に CIA のために開発した偵察機のこと。コードネームはアークエンジェル、つまり大天使。その12番目の設計案です。マッハ3以上で飛行可能、当時世界最速の航空機でした。12は後に SR-71 ブラックバードの前身となった伝説の機体です。グライムスはこの機体についてこう語りました。武器も防御もなく、ただ速さだけ。戦闘では偉大だが非暴力的。速さだけで全てを凌駕するマスクの哲学そのものですよね。
ただし面白いことにグライムスのツイートには語気がありました。 SR71 のことを SR17 と書いちゃってるんです。航空マニアがざわつきましたが、まあミュージシャンですからね。まとめると、この名前は未知の可能性×愛と AI× 最速の非暴力。偶然の名前ではありません。完全に設計された名前です。ロケットの設計図を引くように息子の名前を設計するイーロン・マスクという人間が凝縮された命名だと思います。マスクとグライムスの交際は2018年に始まりました。 AI に関する同じジョークを SNS で同時に投稿したのがきっかけ。世界一の富豪と前衛アーティスト、共通言語は AI と SF でした。グライムスはバニティフェアの取材でこう語っています。彼をボーイフレンドと呼ぶけど、私たちはとても流動的。別々の家に住んでいて親友のような関係。まあ普通の恋愛のフレームワークに収まる人たちじゃないですからね。2021年9月、マスクはページ6にこう語りました。セパレーテッド、半分別居状態です。スペース X とテスラの拠点はテキサス。グライムスの活動は LA。 物理的な距離が原因だと。まあそれだけならまだ救いがありますが、問題はここからです。グライムスとの第2子エクサが代理出産で生まれた2021年12月、ほぼ同時期にニューラリンク幹部シボン、チリスとの間にも双子が誕生していた。マスクはグライムスにこの事実を伝えていませんでした。さらに2022年6月にはグライムスとの第3子テクノメカニカスが誕生。ただしこの子の存在が世に知れたのは2023年9月、ウォルター・アイザックソンの伝記で初めて公になったんです。伝記で子供の存在が初公開ってもうすごい人生ですよね。2022年3月、マスクとグライムスは正式に破局しました。約4年間の交際で3人の子供を設けた末の結末。ただしこの破局はさらに壮絶な戦いの始まりでしかなかった。グライムスは後にこう綴っています。人生の愛する人が私にはもう認識できない人間になっていく。その中で戦い、距離を置いてきた。テクノロジーの未来を語る男の私生活は想像以上に壮絶でした。2023年9月、グライムスがカリフォルニアの裁判所に申し立てを行いました。親子関係の確立を求める請願、つまり親権を法的に確定させる訴えです。3人の子供、X、エクサ、テクノの親権をめぐる法廷闘争が始まりました。まず争われたのはどこの裁判所で戦うか。グライムスはカリフォルニアで提訴、マスクはテキサスで対抗提訴。最終的にマスクのホームであるテキサス州で審理されることになりました。グライムスにとっては完全にアウェーでの戦いです。2024年8月、テキサス州オースティンでの法廷審理。裁判所には3人の武装保安官が配置されました。記者は退廷を命じられ、審理内容は完全に非公開。世界一の富豪の離婚裁判はまるで軍事作戦のようだったわけです。ここで重要なのがテキサス州の養育費制度です。テキサスでは3人の子供に対する養育費の上限が月額2760ドル、日本円で約40万円。普通の家庭なら十分ですが、相手は資産100兆円超の世界一の富豪ですよ。カリフォルニアには上限がない。だからマスクはテキサスで戦ったという見方もあります。2024年11月、グライムスは SNS で心情を吐露しました。5ヶ月間、子供の1人に会えなかった。破産しかけながら子供のために戦っている状態は創造的な思考に向かない。戦っていない毎分をただ眠り、泣いて過ごした。マスクの資産は推定8000億ドル以上。グライムスの資産は推定約1000万ドル。8万倍の差、法廷での資金力の差は圧倒的でした。グライムスはこう書いています。彼のリソースのほんの一部で戦ったと。さらに悲しい出来事がありました。グライムスの母が SNS で公開書簡を投稿。93歳の祖母が週末帰ケア中で最後に曽孫たちに会いたがっていると、マスクが子供たちをカナダの曽祖母に会わせていないと訴えたんです。2024年8月、裁判所は最終命令を発行。和解が成立しました。しかし和解内容は完全に非公開。誰がどれだけ子供と過ごせるのか外部には分かりません。ただ一つ確かなのは、この後も X はマスクと公の場に現れ続けたということです。親権紛争の和解後も X の公的露出は止まりませんでした。2024年11月、トランプの選挙ナイト、場所はマールアラゴ。マスクは X を肩車して会場に登場。ミニスーツ姿の X がクッキーを食べる姿が話題に。トランプは X を家族写真に招き入れ、ゴージャスで完璧な男の子と称えました。その前週にはマディソンスクエアガーデンのトランプ集会にも X を同行。政治集会に4歳を連れて行く普
通の感覚なら驚きますよね。でもマスクにとってこれは子連れ出勤感覚なのかもしれません。2024年12月、米議会議事堂にも X を肩車で訪問。お揃いのスーツとネクタイ、ミニマスクの完成です。 DOGE 政府公立課長の仕事で議会に乗り込む際も息子は常にセットでした。2025年1月20日、トランプ就任式前夜の MAGA 集会、大晦日のマールアラボパーティー、そして2月11日のホワイトハウス、全てに X が会いました。これはもう偶然ではありません。 SNS では X は政治的な小道具にされているという批判が噴出しました。ベビーシッターがいなかったわけではない、意図的な選択です。ピッツバーグ大学のロベット教授はこう分析しています。子供を連れてくる理由を思い出すべき、これは必然ではなく演出だと改めて言いますが、マスクには14人の子がいる。しかし選挙集会にホワイトハウスに議事堂に連れて行くのは X だけ。双子のストライダーとアズールでもない、三つ子の貝たちでもない X だけ。なぜなのか、ここで一つ不気味なエピソードを紹介します。2024年の法廷文書でマスクが息子 X の名を使った偽アカウントを運用していたことが判明。アカウント名は@armmask、約2年間運用されていました。マスクはテスト用だったと証言しましたが、著名人への投稿記録が残っていた。4歳児の名前を使って何をしていたのか、正直ちょっと怖いですよね。グライムスのプロテジェという言葉に立ち返りましょう。マスクが X に見ているのは単なる不死の絆ではない。自分の思想、自分の帝国、自分の遺伝子の最良の継承者だからこそ、権力の中枢に連れ出す、世界に見せつける。これが溺愛なのか、それとも別の何かなのか。マスクの X への執着は息子の誕生よりずっと前に始まっています。1999年、マスクはオンライン決済企業 X を共同設立。後にペイパルと合併、ここが全ての起点でした。当時から周囲は X って名前はやめろと反対していたそうです。2015年、テスラの3番目のモデルはモデル X、S、3、X、Y でセックス Y と綴るマスクらしい遊び心です。フォードがモデル E の商標を持っていたので3にしたんですが、逆さにしたら E に見えるという力技で押し通しました。2017年、マスクはペイパルから X、コムのドメインを買い戻しました。金額は非公開でも手放してから17年越しの奪還です。普通の人は17年前に売ったドメインなんて忘れますよね。この男は忘れない。 X への執念は尋常じゃない。2020年、息子に X と命名、ドメイン名、車名、そして息子の名前、全てに X を刻み込んでいく。もはや文字じゃなくてアイデンティティですよね。2023年7月、マスクは Twitter を X に改名しました。青い鳥は消え、黒い X のロゴに世界中が困惑しました。440億ドルで買った企業のブランドを丸ごと捨てる。でもマスクにとっては Twitter はゴールではなく通過点。Twitter の買収は X の構築を5年加速させると語っています。同じ2023年に AI 企業 XAI を設立。2025年には XAI が X コープを買収。統合持ち株会社は XAIH ホールディングス、 X、コム、モデル X、息子 X、 SNS の X、 XAI、 XAI ホールディングス。もう X だらけ、完全に X の帝国です。 NPR の記者はこう表現しています。 X はマスクにとって多くの意味で確信をつく文字だ。未知、可能性、確信、そして息子。この男にとって X は文字ではなく呪文なんです。人生の全てに X を刻むことで自分の帝国を完成させようとしている。マスクが X を溺愛する背景にはある思想があります。プロナタリズム、日本語では出生主義。マスクは2021年にこう投稿しました。人口崩壊は文明にとって潜在的に最大のリスクだ。彼はさらにこうも言っています。出生率の低下は地球温暖化よりもはるかに大きなリスクだ。地球温暖化より深刻。ここまで言い切る人はそういません。そしてマスクは言うだけじゃなく、自ら14人の子を設けて実践している。マスクはテキサス大学オース近郊に1000万ドルを匿名寄付しました。設立されたのはポピュレーション・ウェルビーイング・イニシアティブ、人口幸福イニシアチブ。少子化問題の研究に特化した組織です。口だけじゃなく金も出す。マスクのプロナタリズムは本気です。マスクの伝記を書いたアイザックソンはこう述べています。彼は人々がもっと多くの子供を持つべきだと信じている。さらにニューラリンク幹部ジリスの証言。
彼は本当に賢い人々に子供を持ってほしいと思っている。マスクは自ら精子提供を申し出たとも報じられています。ここで批判的な見方も紹介しなければなりません。ロベット教授はホワイトハウスでの発言を分析してこう言いました。4歳児を高 IQ 個体と呼ぶたびに優生学の歴史が想起される。正しい人々に大家族を奨励する。これはかつてのポジティブ優生学そのものだ。プロナタリズムと優生学の境界は実は非常に曖昧なんです。一方で擁護する声もあります。少子化が経済や社会保障に与える影響は現実の問題です。マスクの3500万ドルのファミリーコンパウンドは子育てへの本気の投資とも言える。単に子供を作るだけでなく環境を整えているという評価もある。しかしマスクの子育ての実態を最も辛辣に批判しているのは他でもないマスク自身の娘ビビアンです。トランスジェンダーとして2022年に改名し父と絶縁。2025年のティーン・ボーグ取材で彼は哀れなマンチャイルドと断じました。金持ちだからってなぜ私が怖がる必要があるのと。14人の子がいても関係が良好とは限らない。それが現実です。元妻ジャスティンの指揮によればマスクは在宅時も仕事に没頭していた。マスク自身も2020年に赤ちゃんは食べて排泄するマシンと発言。今の段階で僕にできることはあまりないとも。14人の子を設けることと一人一人と深い関係を築くこと、この2つは同じではありません。2025年3月、グライムスはこう訴えています。公衆と子供の父親に子供たちをオフラインにするよう懇願してきた。公的手段も試した。小さな子供が公的生活を送ることに親が拒否権を持てる法律があれば、でも正直法律が助けてくれるとも信じられない。世界一の富豪の子供のプライバシー、法律でも母親の懇願でも守れないという現実がある。 X は自分の意思とは無関係に世界の注目を浴び続けています。真剣和解の内容は非公開のままです。 X がどれだけグライムスと過ごしているのか、教育環境はどうなのか、全て不明。外部からは推測するしかありません。報じられている限りではマスクはテキサスに3500万ドルの家族用コンパウンドを建設。子供たちと2人の母親が共に暮らせる環境だと言われています。マスクの過去の学校 AD アストラのように独自の教育が行われている可能性もある。ただし詳細は不明です。まだ5歳にもならない X はすでに多くのものを背負っています。世界一の富豪の後継者候補という期待。未知の変数、愛と AI、最速の非暴力という名前の重圧。両親の壮絶な対立の真ん中に立つ宿命。そして自分の意思とは無関係に世界中に顔と名前が知られている現実。イーロン・マスクは確かに世界を変えてきた人物です。でも子育ては違う。ロケットの設計図では解決できない。 X がどんな人間に育つかは名前でも遺伝子でも決まらない。未知の変数、その意味が本当にわかるのは X 自身が大人になった時でしょう。世界一の富豪が最も溺愛する息子 X、 その正体はまだ誰にもわからない。本人にすらまだ分かっていないんですから。